はいどうも皆さんこんにちは。スターディ代表の河野玄斗です。今回なんですけど、医師国家試験、司法試験、公認会計試験の、3つの難関資格を制覇して、YouTube もね、登録者数ありがたいことに100万人達成したので、いろんな方からね、次の目標は何なのかと、河野玄斗は今一体何してるんだっていう風によく聞かれるので、今回はね、今後の目標について語っていこうと思います。まず結論から言うと、次の目標は受験業界で派遣を取ることです。実際受験生の皆さんは今の予備校に満足してますか？僕もね高校生の時そうだったんですけど、いろいろね思うところもあると思うんですよね。そういうのもあって、河野塾イズムを開講しましたし、この河野塾イズムを最高の今の受験生にフィットしたそういう予備校にしていきたいと思っています。実はね事業も急成長中で超拡大期にあるので、最近移転したねオフィスの紹介も後でするんですけど、今一緒に働いてくれる仲間を募集していて、ぜひね一緒に働いてくれるよっていう方は概要欄のねフォームから応募してもらえたらなと思います。実際現役の受験生の時にどういうところに不満を感じてた？いろいろあるんだけど、例えば普通にね予備校って結構長くやってるところが多くて、別に目新しいことをしてない、新規性がないなっていう風に感じてて、の割に入会金とかえげつなく高いじゃん。高いよね。でなんでかって質問した時に、チューター維持費とか、そういうサービスするからちょっと高くなっちゃってるんですみたいな説明を受けたんだけど、蓋開けてみたら、多分チューターバイトなんだよね。多分あんま受験のこと詳しくないというか、大学受験からだいぶ時間が経っててあんま覚えてないんだと思うんだけど、前質問した時に返ってきた答えがトンチンカンで、深く理解してないでしょみたいなっていうのが2回3回ぐらいあって、もう聞かないくてもいいなっていうか、むしろ時間の無駄だなって思った経験があったから、払った分に対しての、見返りというかサービスが見合ってないなっていう風に感じたこともあったね。あとは講習とかある時、夏季講習とかの時に塾側としてはたくさん取らせたいじゃん、お金になるから。でも受験生にとっては必要以上の講習を取らせる傾向にあるなっていう風に思ってて、結局受験生的にはいかに授業で学んだことを咀嚼して自習していくか、その自習の時間が本来は一番大事なわけで、その時間が取れないぐらいに講習入れるのはむしろ逆効果というか時間の無駄だっていう風に思うのね。僕の同級生とかもめちゃめちゃ講習詰め込んでて、これいつ自分の復習の時間取るのみたいな人もたくさんいたから、それはちょっと良くないんじゃないかなっていう風に感じたね。こんな感じでいろんなね思うところがあって、河野塾イズムに関してはもう僕自身が高校生の頃にあったらいいなっていう、そういう最強の予備校にして受験業界で派遣を取っていきます。なので、文字通り最強の講師陣による合格に一番近づける講座を揃えていて、他には入会金なしで講座単品で買えたり、あとはまだ出てないこととして AI を導入した教育だったり、厳正な審査の下で選ばれたチューターによる個別指導だったり、とにかく他にももういろんなことに取り組んでます。なのでぜひ他にもね、こういうところがちょっと今の予備校微妙だなっていうところだったり、こういう予備校あったらいいなっていうのが意見がありましたら、ぜひコメントで、教えてください。最近結構ライブ配信とかでも、今ってゲンゲンって何やってるのみたいな質問めっちゃあるよね。めっちゃ多いね。今は例えば英語の講座作ったり、あとは個別指導の仕組み作ったりっていうのもしてるし、あとめちゃくちゃ本読んでるね。本っていうのは過去のねいろんなすごい人たちが実践してきたことだったり、考えてきたことっていうのを追体験できる、その場でこういうことなのねって吸収できる最高の媒体だと思ってるから、全部鵜呑みにすることなく、いいエッセンスの部分だけ吸収して、でそれを実践していくっていうことに、すごい意味があると思ってるから、読んで、じゃあ自分の授業に活かすとしたらこういう風に活かせばいいなみたいなことをいろいろ考えて取り入れるようにしてるっていう感じかな。その時も、今までの勉強の成果っていうのが生きてて、例えば数学の考え方とかなりそれが近いんだよね。っていうのも数学って、公式を学んだらすごい抽象的な内容じゃん。でそれをじゃあ具体的な問題でどういうふうに適用するべきかっていうことを考えて、具体的な問題を通して公式っていうのをしっかりと腑に落としていくみたいな操作だと思っていて、それで言うと、例えばその本で読んだことの具体的な内容っていうものから、じゃあ何が大事なのかっていう公式みたいな抽象的なところをしっかりと吸い上げて、でそこから自分の授業っていう具体的な内容に落とし込んでいく。
どういう風に利用したらこの公式っていうものはパワーを発揮するんだろうっていうことを考えていく。これってまさに数学の考え方、いろんな問題を解けるようにすることと同じ思考回路を使うわけだから、それがすごい今まで勉強で培ってきたものが生きてるなっていう風に感じるね。だからこそ受験生の皆さんにはちゃんとね勉強をしっかりとしていろんなところに活かしてほしいし、僕自身学びの力を使ってこれまで培ってきた能力を活用して授業を伸ばしていきます。で YouTube についてももう本当に一つの大きな強みになると思ってて、 YouTube から全てが始まってる以上、どこまで行っても YouTube が根幹にあることはもう間違いないし、とにかく幅広いコンテンツを出してこれから YouTube でもより上を目指していけたらなというふうに思ってます。改めて受験業界の覇権を取りたいと思っているので、それを一緒にね目指して働いてくれる講師、エンジニアをはじめとした仲間を募集しますので、ぜひ気になる方は概要欄からご応募ください。オフィスツアーやっていこうと思います。仮眠スペース、フリースナック。この人は結構変わってて人じゃない